どうも、プラシキです。今回はリアルグレードシリーズ最初のクロスボーンガンダム X1 を作っていきたいと思います。個人的にこの衣装と装飾のデザイン、かなり好みなプラモデルなので気になっていました。楽しみです。リアルグレード144分の1クロスボーンガンダム X1。発売日は2019年5月25日。販売価格は2750円になっています。このドクロマークを見るとキャプテンハーロックを思い出すのは私だけでしょうか。それでは早速開封していきたいと思います。内袋が1、2、3、4、5袋。続いてランナー数ですが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。デカール、説明書以上になっています。ランナーはクロスボーンガンダムの新規ランナー。こちら A ランナーはカラーランナーになっています。クリアパーツや黄色赤のランナーが入っています。そしてこちらアドバンスド MS ジョイント。今回は2つしかパーツが入っていません。そしてこちら C パーツ。かなり細かいパーツが多いような気がします。このドクロマークなんかもかなり小さいですね。リアルグレードらしくモールドはかなり細かく入っています。こちらは内部フレームや関節系のパーツが入っているランナーになります。この鎖のパーツなどもかなりモールドが細かいですね。造形が細かく入っています。そしてこちらすねのパーツなど細かい造形が刻まれています。そしてこちらエフェクトパーツ。かなりしっかりしたエフェクトパーツが付属しています。このシールドなんかもかなりしっかりしていますね。そしてこちらマント。今回このマントのパーツが欲しくて買ったようなもんなんですが、これがかなり個人的には好みです。すごくいい感じにできてます。そしてこちらリアルスティックデカール。これもしっかりと入っています。そして説明書は冊子版の説明書、白黒とカラーの説明書になっています。内容量は結構多そうに見えるんですが、そこまでパーツ数はないのかなといった感じの印象でした。そして最後にはリアリスティックデカールのハルカ社の指示があります。余剰パーツに関しては D ランナー、こちらの方に余剰パーツがあるんですが、それ以外は余剰パーツは出ないような感じになっています。さあ行くぞ。パーツを切り離してみました。パーツ自体がかなり小さいので、組み立ての際に紛失しそうなものもいくつかありました。組み立てる際には注意が必要かと思います。それでは早速組み立てていきたいと思います。まずはコアファイターの組み立てから。こちらアドバンスト MS ジョイントで構成されています。このように軸の部分がアドバンスト MS ジョイントになっていて、そちらにパーツを取り付けていくといった流れですね。このようにコックピット部分も取り付け、しっかりと分離されています。そして機種の部分を取り付け、そしてこちらはビームサーベルの持ち手部分を兼任したパーツ。このように動きます。そしてこちらバックパックのバーニアがついている部分ですが、こちらの方も全て稼働します。アドバンスト MS ジョイントのため保持力はかなり高めなのかなといった印象でした。しっかりと全て4つ分稼働が可能です。このように機種の部分はドッキングの際に折りたたむことができます。独特のコアファイターの形状ですね。続いて脚部パーツ。こちらは足部分のパーツになります。内部フレームを先に組んで外側のパーツを組み立てていくという構成です。このようにしっかりと色分けもされています。そしてこちら膝の部分。膝の方は2軸の関節での構成。このように差し込んではめ合わせて作ります。内部フレームがしっかりと作られていますね。そしてこのようにパーツをそれぞれ外装パーツとして組み立てていきます。このように組み立てることで合わせ目というのは足の部分にはほとんど出ないような構造になっています。細かいパーツ分割で再現がされていますね。こちらすねの内側にはヒートダガーの持ち手部分を収納できるようになっています。そしてこちらのパーツに差し込み、この部分は稼働します。
そして足を差し込んで脚部の完成になります。腰部分のパーツもリアルグレードらしい構成になっています。複数のパーツを組み合わせて構成されていきますが、結構細かい再現がされています。このようにフロント部分も色分けのパーツを差し込み、そしてこちらはフロントのスカートの部分ですね。こちらはシザーアンカーのギミックが搭載をされています。このようにサイドの部分が稼働するようなギミックになっています。このような感じですね。隠し腕的なギミックになっています。そしてフロントスカートを差し込み、こちらはリアスカートの部分になります。こちらもパーツが細かく分割されていて、合わせ目の出ない構造になっています。こちらサイドスカート、こちらも同じくパーツ分割で構成されていて、色分けのパーツも別でこのように差し込んで再現がされます。こちら腰部パーツを内側から見た状態ですね。内部フレームなどもしっかりと入っています。それでは脚部を取り付けしていきましょう。軸での取り付け、この腰部のパーツのスカートは全て稼働します。しっかりといい感じの足が出来上がりました。続いて胴体パーツ、こちらアドバンスト MS ジョイントに取り付けをします。このように小さいパーツをそれぞれ組み付けて、アドバンスト MS ジョイントに前からはめ込み、そして後ろのパーツもはめ込みで構成がされています。シンプルな作りですね。フロントの排気ダクト部分はこのように色分けパーツで構成がされています。そしてこちらサイドの部分ですね。こちらもパーツ分割で色分け。下部のパーツも分割パーツで構成がされています。それでは腕部パーツを組み立てていきたいと思います。腕部パーツもパーツがかなり細かくできているんですが、分割がかなり細かいため、このように一体成形のパーツを差し込んでいき、またそれぞれ別のパーツを差し込んでいく、複数のパーツで細かく構成がされていました。リアルグレードらしく外装パーツをそれぞれ別で差し込んで合わせ目が出ないような構造になっています。こういったところはやはりリアルグレードらしいですね。小さいパーツなのでかなり細かい描写ができているかなと思います。色分けもしっかりとこのようにされています。前腕部もこのようにパーツで分割。そしてこちら肩アーマーですね。肩アーマーははめ込みになっています。このようにはめ込みになっているんですが、ここから先がパーツがそれぞれ分かれているため、合わせ目が出ないような構造、色分けもこういった細かいパーツで再現がされています。そしてこのように蓋をして、この部分にも同じくパーツを合わせます。そして上部にも細かいパーツを差し込みます。マニピュレーターは平手や握り手など複数のマニピュレーターが付属しています。そしてボールジョイントでマニピュレーターを差し込んで腕部パーツ完成です。今回この頭部パーツが一番鬼門になるのかなという印象でした。とにかくパーツが小さい。シールを貼るのにも一苦労しました。ものすごい小さいですね。そしてこのようにアイパッチも選択式で変えることが可能です。今回はアイパッチじゃない方で作っていきます。実際にはめ込んでみるとこのような構成になっています。フェイスオープンのギミックもついてるんですが、かなりパーツが小さいので、このようにはめ合わせる際もフェイスのオープンの部分のパーツをしっかり内部に押し込んで完成です。頭部パーツが小さいですね。本当に組み立てる時に苦労しました。ただしっかりと小さいパーツで分割されているので合わせ目は出ないようになっています。このようにアンテナ部分の先端、このドクロマークもしっかりとパーツで再現がされています。それでは胴体部分にワンパーツを取り付け、軸での取り付けになっています。両腕をこのように軸に差し込みます。そして頭部パーツはボールジョイントで接続。しっかりとはまります。かっこいいですね。で、胴体部分も軸でのジョイント。このようにはめ込みます。しっかりと補助力もあります。そしてコアファイターを背面の部分からドッキング。
しっかりとはまります。そして背中のバーニアの部分を広げたらクロスボーンガンダム本体の完成になります。かなりパーツも細かく合わせ目も出ない構造、さすがリアルグレードといった感じになっています。続いて可動域。頭部パーツは周りに干渉するものがなくボールジョイントのため360度回転します。腕部は軸ジョイントのためこのように360度、そして水平方向もこのくらいの位置までは腕を上げることが可能です。前方への可動域ですが、このような感じ、少し可動域の方がありますね。両腕を前に出すこともこんな感じでできるようになっています。そして肘はこのように可動域は広めに取られています。二軸のためしっかりと曲がりますね。そして胴体、こんな感じでひねることも可能です。そして脚部ですが、このようにスカート部分も開きますので前後に大きく足を伸ばすことも可能です。膝はご覧の通り、膝部分のパーツがこのようにスライドするギミックも搭載されています。そして足の部分ですが、このようにふくらはぎ部分は回転をさせることができます。つま先もこのように可動。そしてサイドはそこまで大きくは動きません。設置性が若干悪いです。そしてこの後ろのウィング部分もこのように可動します。フェイスオープンのギミックですが、このように上下に開いてあげるとこのようにフェイスオープンの状態が再現できるようになっています。ただこのフェイスオープンの状態、首をちょっと上に上げたりすると勝手に開いたりするんですよね。こんな感じで首も上に上げることができますが、フェイスオープンしてしまいます。そしてこちらコックピットハッチは開くと内部にコアファイターが見える構造になっています。サイズ感はこんな感じ。144分の1のエントリーグレードガンダムと比べてもかなり小さめの作りになっています。最後に武装パーツを組み立てていきます。近接専用のビームザンバーとビームピストルに相当するバスターガンで構成されている複合兵装ザンバスターを組み立てていきます。しっかりパーツ分割もされていて合わせ目の出ないような構造になっています。グレネードランチャーも先端に取り付けることができ、しっかりと武装が再現されています。このように色分けがしっかりされていますね。で、ビームエフェクトパーツを取り付け、これでビームザンバー完成です。かなり大型です。そしてビームサーベルもこのように別でパーツとして付属がされています。ビームザンバーのエフェクトパーツを取り外し、この持ち手部分のパーツを逆回転させることによってバスターガンとの接続が可能になっています。柄の部分を曲げ、こちらのパーツとジョイントすることでザンバスターの完成です。そしてこのすねの内部に内蔵されたヒートダガーのパーツ、この持ち手部分にこのように刃先の部分を取り付けます。こちらが2個付属しています。もちろん両手に持たせることも可能です。ヒートダガーですが、このように足の裏に差し込むこともできるようになっています。刃だけを展開させて攻撃している状態を再現することもできるようになっていますね。ただこの状態ではもちろん歩けません。そしてこのキットの特徴であるアンチビームコーティングマント、この部分は4つのパーツで分割されていて、ボールジョイントでそれぞれ差し込んで稼働するギミックが搭載されています。色味なんかも結構いい感じの色味になっていて、こういったダメージ具合もしっかりと再現がされています。パッと見そんな再現できるのかなっていう感じがするんですけど、実際このように本体にかぶせてみるとマントの状態が見事に再現がされています。パーツがそれぞれ4分割で動くことによって風が吹いているような状況を再現することもできます。そして取り付けた後はこのようにバックパックの部分をしっかりと稼働させて開けばマント装着状態の完成です。このマント個人的にかなり好みです。かっこいいですね。リアルグレードクロスボーンガンダム X1 完成しました。
どうでしょう、この密度感と色の再現度具合。個人的には小さいプラモデルなんですが、かなり細かい部分まで再現されてるんじゃないかなと思います。武装パーツを取り付けて見ていきましょう。ザンバスター装備。アンチビームコーティングマントの装着。これもかっこいいですね。ブランドマーカー。この辺りのエフェクトもしっかりしたエフェクトがついています。ビームシールド。ビームザンバーを構えてみました。これかなり大迫力です。ヒートダガーも両手にこのように持たせることができます。足裏への装着もこの通り。そしてシザーアンカー。こんな感じで上に伸ばすこともできます。やはりこの海賊的な衣装の雰囲気がたまりませんね。個人的にはキャプテンハロックを思い出してしまうキットになっていました。かっこいいです。皆さんいかがだったでしょうか。今回リアルグレード史上最小のクロスボーンガンダム X1 を作った感想ですが、とにかくいろいろなパーツが小さく、そして組み上がった完成品も小さいというのが第一印象でした。しかしこのサイズ感でも各パーツや色分け、合わせ目の出ない構造、密度感が精密に再現されていて、バンダイの技術力を垣間見てしまいました。注意点としてはかなり細かいパーツも付属しているのと、リアリスティックデカールが小さいので貼るのに苦労しそうな点には気をつけた方がいいと思います。キット自体はギミックも搭載されているものの、扱いやすく遊べるキットになっていると思います。立体化されているマントも付属しているところがとても嬉しいですね。ビームエフェクトパーツや手首パーツなども豊富です。組み立て自体もパーツが細かい点を除けばそこまで難しい組み立てはないので、チャレンジしてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。